はい、皆様おはようございます。ワクワクドキドキミャクミャク、大阪・関西万博へようこそいらっしゃいました。またですね、その中で、このテーマウィークの基調講演、地方創生 2.0 の起動にお越しいただきまして、厚く御礼申し上げます。私は内閣官房新しい地方経済生活環境創生本部事務局の赤羽と申します。本日進行を務めさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。さてこのテーマウィークなんですけれども、世界中の国々がですね地球的規模の課題の解決に向けて対話によって命輝く未来社会を世界とともに創造することを目的として行う取り組みということですけれども、その中で私たちこの日本足元の日本をですね今どういうふうに将来に向けてより良くしていくかと、こういったことを皆さんと一緒に考えたいと思いましてですね、本日このようなセッションを設けさせていただきました。皆さんもご案内の通り日本の人口がですね2008年をピークにどんどん減っていっているという状況でございまして、その減り方がですね全国一律で減っていくというならば、均等にですね減っていくというならばまだ良いのですけれども、実態はですね首都圏、東京を中心としたですね神奈川県とか埼玉県千葉県、その首都圏ではですねむしろ人口がですね増加しているというようなことも見られるといった状況でございまして、簡単に言ってしまえば地方の人口がどんどん減って大都市圏に吸い寄せられていると、こういったような状況になっているのが現状でございます。そうした中でですね、この万博のテーマが想像以上が万博だということなんですけれども、想像以上に大変な状況なのが今の日本の地方だというようなことでございまして、これをですね何とかしていかなければいけないということで、私たちの部署はですね日々いろいろな施策の立案とかいろいろな各省の取り組みの調整だとかそういったことを行っているわけでございます。ただですねこういった状況ではございますけれども、決して悲観することはないと、個人的には考えてまして、とにかくもうやらなければいけない、地方をね元気にして日本全体に活力を取り戻さなければいけないと、こういう状況なわけですから、ここはもう覚悟を決めてですねとにかく皆さんの知恵と工夫を総動員して、より良い未来を作り上げていこうと、こういったことでございまして、まずはですねこれから今日の基調講演でですねいろいろな現在の状況、これまでの取り組み、また今後のですね国として考えていることなどをですね、知っていただきたいと、こういうように考えております。でいろいろの説明ございますとこの後ありますけれども、まずはざっくりと現在の状況を知っていただいて、その上でですね皆様一人一人がですね、少しでいいので何かできること、工夫すること、こういったことの気づきのヒントの場としていただければですね大変ありがたいというふうに考えております。都市も地方も楽しく安心安全に暮らせる持続可能な社会、石破総理大臣がですね楽しい日本楽しい地方ということもおっしゃってますけれども、そうしたものの実現を目指すことをですね地方創生 2.0 というふうにこれを起動すると称しておりますけれども、こうした取り組みについてご紹介したいと思いますので、ぜひ少しでもですねいろいろと汲み取っていただければというふうに思います。でなお繰り返しになるかもしれませんけれども、講演中は携帯電話の電源を切っていただくかマナーモードにしていただきますようにお願いいたします。それではですね内閣官房の内閣審議官の岸田の方からこの後講演を行いたいと思いますので、皆様どうぞよろしくお願いいたします。
皆さんおはようございます。ありがとうございます。はい、本日はこの関西大阪万博、その中でもですね、この、テーマウィークのスタジオにお越しいただいて誠にありがとうございます。せっかくのこの立派なイベントの中でですね、わざわざこの小さな公演をですねに来ていただいた皆様にせっかくですのでこの我々の、政府として取り組んでおります地方創生 2.0 について、ご理解を深めていただければと思っているところでございます。ちなみに私も実は大阪出身でございましてこうしてですね仕事で、万博にですね戻ってこれることができたことをすごく嬉しく思っておりまして、私の年老いた80代のもう父親がですね通勤パスを持ってなんか連日来てるらしくてですね関西人にとってはこの万博1970年の時の思い出も深い私の両親世代になってまいりますそうなんですけれども特にそんな感じかなと思いますけれども、そのような場をですねまたこうした万博という形で、進めてくることができて政府としてしっかりとですね進めてまいりたいというふうに思っておりまして、その中で、こうした、我が国のですね地方創生の取り組みについてですねご紹介できる機会があることを嬉しく思っております。今日はぜひよろしくお願いいたします。それではですね早速ですが今日のお話をはい、本日お話しするテーマをご説明してまいりたいと思います。まず我が国のですね地方創生をめぐる動きということで、今までどのような取り組みが行われてきたかについてですね簡単にご紹介をさせていただいた後、昨年の10月石破政権になってからの、大きな政策でございます地方創生 2.0 について考え方などをご紹介してまいりたいと思っております。それからその後ちょっと細かい話になってしまいますけれども具体的な政策でございますとか地方創生生き生きと取り組まれておられる先行事例についてのですねご紹介など進めてまいりたいと思っております。すいません今日は外国の方もいらっしゃるのに日本語だけの資料となってしまいまして大変申し訳なく思っておりますけれどもちょっと想定外でした国内の話でしたので大変失礼いたしますが、ちょっと日本語の資料になりまして申し訳ないですけれどもよろしくお願いいたします。はい、それでは地方創生をめぐる動きでございます。ですね、ちょっと資料が割と細かくて申し訳ないのですけれども日本の人口のこちらの長期的な推移をですね示したものです。我が国、2008年に人口のピークを迎えております。最大で、1億2808万人ということでございました。この時点で高齢化率が 22.1%、はるか、過去に遡ってまいりますと鎌倉幕府が成立、最近はいい国作ろう鎌倉幕府ではなくていい箱を作ろうになったらしいんですけれども1185年頃なんと750万人程度しかいなかった。その後が室町幕府、江戸幕府でですね江戸時代神殿開発とかなんか習ったような記憶のある方も多いかと思うのですが、江戸時代に人口が一定増えましてですね、以降3000万人強で推移してきて明治維新後にその近代化とともにですね人口が急激に増加をしてきておるところでございます。そして先の1945年の世界大戦が終わった後でですね約7200万人そこからですねさらに人口が増加をし2008年にピークを迎えそこからですねちょうどその坂を越えたところというのが今の人口の動態でございます。
こちら私世代になってまいりますと、仕事を始めたのが1990年代でございますので、入ってから人口が減少する時代が来るぞ来るぞと言われた時代から入りまして、とうとう曲がったなというところで、やはりその時からずっともう10年20年前からですね、2008年のピークの時期に向けてですね取り組んできたつもりでありますが、いざやはり人口減少という形にですね進んでまいってきているということ、それから、ご存知の通りですね推計点線が上下にありますが、上位推計の下位の推計がございますけれども、中位の推計見ていただきますとですね、2050年で1億469万人、2070年今から45年後ということになりますともう8700万人、そして2120年、約100年後ということでございますけれども、なりますともう5000万人になってしまう。そして高齢化率がですね、40% を超えてしまうというのが我が国の人口推計の状況でございます。歴史上初めて人口が減る局面に、もちろんですね室町時代の応仁の乱の時には人口も減ったかと思うんですけれども、一時的なそういった細かい部分はございますが、大きくマクロの目で見てみますとですね、初めての局面を迎えてきている。それもご覧いただきますと分かります通り、非常に急激なこの100年で、160年で増えたものがですね、また同じく100年少々で同程度まで下がっていくという、こういったことが想定されているような状況でございます。それがですね、どういう内訳になっているのかということなんですけれども、この赤い線がですね高齢化率ですね。右側のパーセンテージを見ていただければと思います。左側が人口です。で一番上が高齢人口65歳以上、黄色い部分ですね。緑の部分が生産年齢人口でございましてですね、15歳から64歳、一番下の青がですね若年人口ということで薄い水色、ですね、この今のすいません、国勢調査をもとにしておりますので、2020年調査の段階を現在地に置かせていただいておるわけですけれども、2020年が総人口1億2615万人ということでございまして、ご覧いただいた通りここから先人数的実数という点ではですね、高齢人口の方が同じぐらいのペースでずっと続いていくような推計なされておりまして、その分今の若い方がの分が減っていく、子どもの数が減っていく、したがって、総人口の中での高齢化率が上がっていくと、こういった形で推移していくということをイメージをしていただければと思います。はい、こうしたですね我が国の初めてのその人口減少局面、それも非常に急激な減少、そして上の世代が多いというこの人口構成の中でどんどん高齢化率が進んでいくといった社会事情を踏まえましてですね、地方創生といった動きが出てまいりました。具体的な動きが出てまいりましたのがですね、2014年の5月日本創生会議という団体よりですね、いわゆるマスダレポートという形で公表された内容が非常に衝撃的でありまして、人口消滅都市といった名前がですねかなりマスコミ等で当時出たものでございます。何かと申しますと、この若年層、20代から20歳から39歳の女性人口ということで今回区切られておるわけなんですけれども、2040年にこうした若年の女性人口が5割以上減少する市町村がですね、当時の全国自治体1799のうち896団体に上りまして、そうした地域について将来消滅する恐れがあるといった試算がなされたということがございました。
そうしたことからですね、これだけがというわけではないのですけれども、同年9月に地方創生担当大臣を設置をいたしまして、地方創生という形で取り組みを進めてきたところでございます。皆様ご存知の通りですね、この初代地方創生担当大臣が現在の首相であります石破総理が初代の大臣として着任しております。その後ですね、各種もうここの細かい法律あるんですが、町人仕事創生法でそれに基づきまして総合戦略、それからですね、ちょうどコロナの時期でございました。2021年11月にはですね、デジタルの技術を活用して地方から発信を進めるということを踏まえてですね、デジタル田園都市国家構想という形で衣替えをしながら進めてきたところでございます。ちょうど1年前、2024年6月に地方創生10年の取り組みということでまとめをしたところでございまして、2024年10月から石破総理のもと名称を新しい地方経済生活環境創生本部という形で一新をいたしましてですね、新しい取り組みを進めているところでございます。はい、こちらちょっと復習になります。今まで10年どんな考え方でやってきたのかということで、ただこの10年基本的な考え方は変わっておりません。まず大きな基本目標として地方において安定した雇用を創出していくこと、働く場、そして地方へ新しい人の流れを作っていく東京一極集中という形で話題になっております。今もそうでございますけれども、そうではない地方への人の流れ、それから丸さんもともとその増田レポートでも出てまいりました通り若い女性が非常に減少している、特に地方で減少するという課題意識のもとにですね、若い世代が結婚出産子育ての希望を叶えられるような社会にしていこうということ、それから4番目の目標でございます。時代に合った地域を作って安全安心な暮らしということ、それから、人口が減少してきている局面でございますので、地域と地域を連携しながら、役割も分担しながら進めていこうといった考え方でございます。それに対してですね、地方創生版3本の矢ということで、国が行うその地方公共団体に対するその支援として大きく3つの柱を掲げてまいりました。財政支援を矢、人材支援の矢、情報支援の矢と書いてございますが、財政支援はいわゆるその交付金でございますね。自治体の取り組みに対してですね、国から支援をするといったこと、そして2番目の人材支援、こちらですね、地方創生人材支援制度って書いておりますのが、こちら国の職員が出向でですね、公共団体の職員となって2年3年働いていこうといったシステムでございました。それから情報支援ということで、こちら地域経済分析システム RISAS というふうに呼んでおるのですけれども、ぜひ後ほどご検索もいただければと思います。何かと申しますとですね、市町村別のデータ、地域の都道府県別のデータといったものをですね、分かりやすく示して、それを自分たちでですね加工していただいたりして、課題を抽出することがしやすいシステムとなってございます。こちらのそれを地図に地域の地図にプロットして落とすこともできるような仕組みとなっておりまして、地方公共団体の皆様、職員の皆様方がですね自分たちで自分の地域の課題を出すという時にその根拠を持ってですねやっていけるようにデータを国として提供していこう、こういったシステムで動いてまいりました。これが今も基本方針として進めておるわけなんですけれども、その後にデジタル田園都市国家構想ということで進めてまいった時にはですね、何がポイントとしてといいますと、この右側の青い部分ご覧いただければと思いますけれども、
そうですね、国によるデジタル実装で地方のなかなか地理的なハンディキャップの部分をですね埋めていこうということなんでございますが、デジタル基盤を整備していく、デジタル人材を育成していく、それから誰一人取り残さないためのですねということで、取り組みということでデジタルを推進していくということでですね、掲げさせていただいているところでございます。特にそのデジタル人材を育成していくというあたりがですね、地方の行政、地方のその小さい企業さんの中でももうDX 当たり前のような時代になってまいりましたが、これについてですね裾野を広く進めていくことで合理化、人が少なくてもより効率的に進められるような社会の基盤を作っていこうと、そういった形で進めてきたものでございます。はい、それで10年間の取りまとめということで、昨年の取りまとめ、ちょっと後ほど地方創生 2.0 の中での反省にも掲げておりますので、ここではちょっと省略をさせていただきますけれども、課題を取りまとめをして、次につなげていきます。わざわざ赤字でちょっと効果もあったよみたいなことを書いておるんですけれども、どれほどの効果があったかというと、あまりそれほど自慢げに言うほどでもないかななんて個人的には思うのですけれども、一定の成果も持ちつつですね、これからも取り組んでいくということでございます。はい、例えばですね、何が良かったかというようなことなんですが、やっぱり地方創生の取り組みをやって初めてですね、移住相談件数というものがやっぱり急激に伸びておりましてですね、これはやはりですね、そういう打ち出しを政府としていくということには非常に意味があるのかなと思うようなデータとなってございます。ちょっとコロナの関係もありですね、その相談件数、セミナー等々のが一時減った年もございますけれども、非常に右肩上がりに急激に伸びているということで、そうした選択肢というものが皆様に初めてご理解いただいているのかなというようなことでございます。あとですね、人口にかかる一定の成果ということで、これは成果と言えるほど多くあるのかどうかはぜひ皆様にご判断もいただければと思いますが、まず人口が増加している市区町村、2020年の総人口が2015年よりも増加している市区町村、今全国の地方公共団体数が1718市町村となっておるところでございますが、そのうち人口増加しておりますのが全国で317、1都3県以外、東京とその周りの3県でございますけれども、以外の団体では219でございます。そして推計よりも人口が増加している市区町村、ですね、もう減少トレンドのって思っていたよりも少しいいというようなところはどれぐらいあったかということでございますが、2013年時に2020年の人口推計を行ったよりも実際には人口が多いよというような市区町村、全国で736団体、1都3県以外がですね、東京圏以外でございますが、610団体ということでございました。そういう意味ではですね、何も危機意識を持たず進めてきた時よりも、トレンドに任せる時よりも政策として踏ん張ってきたのがこの部分かなということでご覧をいただければと思います。そして実際の東京圏への転入超過数の状況をご覧をいただければと思います。2024年の東京圏転入超過数がですね 11.9 万人ということです。こちら世代関係見ていただくと、この一番華やかな緑の部分ですね、これが20から24歳、その下がですね15から19のブルーですね、がということで、この2階層が非常に多ございます。はい、日本の皆さんよくお分かりいただけるかと思いますが、大学に進学する時、それから大学を卒業後に就職する時などに東京圏に来られる方が多いということがこの見て明らかな状況となってございます。で、人口の
転出入、これ先ほどとどう違うかといいますと、男女別になっておりまして、青が男性、赤が女性でして、実数としては男性の方が入ってこられる方も出ていかれる方も多いというのが実態ではございますが、転入の超過数という形で言いますと、女性の方が多くなってございます。この赤い線何かと言いますと、女性のその準流入分マイナス男性の準流入分ということでなってございまして、女性の方がその流入超過が非常に多いということが分かっているのではっていうのが最近の動向として見えてきておるところでございます。それからですね、その後社会状況の変化ということで、働き続けたい女性がですね引き続き働き続けられるようにというようなことで日本の場合はですねご存知の方も多いかと思いますがM 字のカーブということで、女性の就業率、20歳からあたりをピークといたしましてですね30代ぐらいが就業率が低くなっている、専業化が専業として子育てに専念されていらっしゃる方が多くなっておりますがこの10年前2013年度から、2023年への変化というものを見てまいりますと、全般的に女性の就業率上がってございますしそういう意味ですと、子育てをされている時代の世代の皆様の就業率その M 字のこの下がっている部分が浅くなってきているといった実態がございます。反面ですねこの女性の正社員割合ということでいきますとこちらも増えてはおるのですけれども、L 字カーブと言ったりするんですがこれ L なんですけどこう見て L ということで山形が右肩下がりの山形になっているわけなんですけれども、こうした状況になってございまして、女性は働いておられる方非常に増えておりますし、正社員の方も増えてはきておるのですけれども非正規雇用の割合が非常に多くこれがよく社会でニュースにもなっております男女間の賃金格差などの主な原因ではないかと言われているところでございましてこれを割と我が国にの課題ということで捉えているところでございます。そういう意味では働きたい方が働きやすい、働かなければならない状況もあるのかなというようなケースもあろうかと思いますけれどもこうした形で変動してきているところでございます。こうしたこの10年間の社会の変化などを踏まえて、地方創生 2.0 ということで新しく起動しているところでございまして、最初のこちら、石破総理の所信表明演説ということで昨年の10月の内容でございまして、この地方こそ成長の主役でありこれまでの成果と反省を生かしながら地方創生 2.0 として再起動していこうということそれからですね、先ほども出てまいりました財政支援、こちらをですね当初予算ベースで倍増させて国としてしっかり支援していくぞということを表明されているということ、組織も新しく創設し今後10年集中的な取り組みを行っていくということを表明されております。それからですね、一番下のなどをご覧いただければと思うのですけれども自ら先頭に立って一丸となって国民一丸となって取り組もうというような機運を醸成していこうというところをですね、これ総理非常によくおっしゃっておられるんですけれどもみんなで一緒に取り組もうということをですねよくおっしゃっておられますがこうした考え方から我々として新しい体制政府内の体制として進めたところでございます。新しい地方経済生活環境創生本部と言っておりますが総理の下ですね全閣僚が入りまして、取り組みを進めております。この下に関係省庁が入った形での幹事会、有識者会議こういった組織体制で政府として進めておるところです。そ
それからですね、こちらまた総理のお話など入れておりますが、ちょっと我々が今どのような考え方に基づいて進めているかということでご覧いただいていたのですけれども、地方創生地域活性化でございますので、町おこしというワードで語ることもあるわけなんでございますけれども、それだけではないぞと、豊かになった地方と都市が結びつくことで日本社会の在り方を変えていこうという、日本創生であるというような表明をされているところでございます。そのためにはですね、役所だけがやいのやいのいうようなものではそもそもございません。地域に置かれてそのステークホルダーの皆様ですね、産官学金労現と、総理も非常によくおっしゃっておられるんですけれども、産業関係の方、官は行政ですね、学はアカデミアです。で、金は金融、労は労働者、働く皆さんという趣旨なんですけど、現というのがマスコミの皆さんということですね。こういったいろんな人がみんな巻き込みながら進めていこうというようなお話をされてございます。その中でですね、総理の思いとしては安心して働き暮らせる地方の生活環境を新しく作っていくんだ。それから東京一極集中のリスクに対応して地方への分散を人や企業を進めていくんだということ、それからですね、特にその地方経済という点で良いものを安くということを我々日本人は美徳としがちなところがあるのですが、付加価値を創出していこう、新しい価値を作っていこうということで、経済面でもそういう方向に力を入れていく。それから前のデジデンの流れを組みまして、デジタル新技術を徹底活用していく、それから最後石破色が強く出ているところでございますが、産官学金労現のステークホルダーを連携しながら国民一丸となって進めていくというようなことを示したところでございます。はい、そうしたことでですね、昨年12月に、政府として本部決定でございます地方創生 2.0 の基本的な考え方ということでまとめさせていただいております。これからですね、ちょうどこの基本的な考え方に基づいて6月に基本構想という形でしっかりとした考え方をまとめ、それに基づいて10年間集中的に取り組んでいくということを予定しておりまして、あと1ヶ月前後でございましょうかの後にはそうした形で出てまいり予定でございまして、まさに今作業中一生懸命やっておる毎日なんでございますが、ちょっとその出す前でございますので、今のこの12月に出しました基本的な考え方でご説明をしていきたいと思っております。で、そうですね、地方創生10年前に開始して以来ですね、地方に置かれてですね、かなり良い取り組みというものもなされてございます。いろんな取り組み後ほどご説明をしたいと思いますがございますが、反面ですね、人口減少や東京圏の一極集中といった流れを変えるまでには至ってないというのが現実でございます。こうした好事例いろいろ地域で進んでいるにもかかわらずですね、普遍化という形で広げていくということがなぜ十分進んでないんだろうという、ここに課題があるのかなと今回テーマとして一つ挙げております。一つ考え方としてはですね、やはり地域、女性や若者にも選ばれる地域というような言い方になっておりますけれども、施策推進者のですねなんていうか内輪の議論になっているのでは、次の世代を担う若者の皆様や、特に女性が東京圏へ流出しているという実態がございますので、特にそういった女性のその生きやすさみたいなところがですね、地方で足りない部分があったんではないかなみたいな話、こういったことをやっていく必要があるなというようなことでございます。こうした国民の持つ価値観がですね多様化していく中でですね、多様な地域コミュニティの存在が必要であるというような考え方で全文を書かせていただいているところでございます。
でそしてですね、ちょっと我々政策担当者としては重要なところでございますけれども、今後当面必ずですね、人口生産年齢人口がですね減少するということがもう動態上明らかでございます。これを正面から受け止めてですね、人口規模が縮小しても経済を成長させる、社会を機能させる、そうした人口減少への適応策ということをきちっともう正面から訴えていく時代ではないかということで示させていただいております。このためですね、一極集中をさらに進めるような政策を見直すとともにですね、人材がもう少なくなって人が減るということは人材が少ないということでございますが、人材をですね最大限に引き出す、この力を引き出していくような進め方、それから先ほど申しましたように若者や女性にも選ばれる職場や暮らしを実現するといったことをですね、そして都市と地方の新たな結びつき、人の往来を進めるような政策の強化というようなことを、進めてまいりたいということで示しておるところでございます。はい、こちらがですね考え方の概要ということでいろいろと書いてございますが、先ほど言ったような内容を想定をしているところです。左側がですねこれまでの取り組みの反省ということで、先ほどちょっと申しましたこの地方から人が出ていくというこの課題に対してですね、問題の根源にしっかりリーチできてないんじゃないかと、若い方とかですね、女性もそうですけれども、そうした部分もう一つしっかりと原因を探ってリーチしていくべきだということ。それからですね、そうですね、また左下の部分ですが、やはり地方自らが主体的に考えて行動するような姿勢、やそうした取り組み、国の後押し不十分だったのではないかなというようなところが反省でございまして、右下の部分でございます。でも地方の巡るその情勢も変化をこの10年でございました。厳しさを増す変化としましては、やはり人口減少高齢化が急速に進行していくこと、でも人手不足が顕著になってきていること、若者女性の地方離れが進行していること、そしてもう人が減りましてサービスが維持困難になってきている地域が顕在化してきていること、こういったことがございます。そしてでも反面ですね、地方にとって追い風となる変化がないわけではございません。本日もお見えになっておられますけれども、やっぱりインバウンドの皆様がですね増加してきていること、特にですね東京や大阪、京都といったゴールデンルートではない日本全国地域の魅力を探りに来られているというインバウンドの皆様非常に増えておられます。また多様な働き方、コロナ禍を経てということになりますけれども、テレワークなども進んできていること、それを支えるデジタル技術など非常に進んできているといったことがございまして、こうした可能性に目を向けながらですね進めていきたいということでございます。1.0度の違い、先ほど申しておりますけれども、この若者や女性に選ばれる地方というのをその楽しい地方というような言い方でですね示させていただいているところで、必ずしも国会などではですねちょっと楽しいとはというようなご意見も頂戴したりしているところでようでございますけれども、こうしたみんなが生き生きとワクワクと暮らせるというところを楽しいと表現をさせていただいているところですが、しっかりと生活社会の、関連のサービスコミュニティの機能を維持していくというようなことが重要であるということ、そして経済、これ非常に大事でございます。地域資源を最大限活用して高付加価値型の産業を創出していくということ、そしてそれを支える人づくり、教育と人材育成、これが重要であるということ、さらにその基盤でございます急速に進化するデジタル新技術、を活用していくとともにですね、あとこれ地域の内外で人材をシェア、テレワークなども可能である中、副業兼業といった形でですね東京にお住まいの方がですね地域の週一副社長プロジェクトなどというようなものがですね、鳥取県などで進めておられますけれども、そういった形で人材にですねがいろんな形で関わり合う、一つの役割だけを
抱くのではないというような形で進めていってはどうかなというような話でございます。進め方としてはですね、声かけ倒れに終わらず定量的な KPI を設定してしっかりと進めていこうという考え方をお示ししているところでございます。今のところ5本柱ということで、これを整理しましたのがこちらの5本でございまして、安心して働き暮らせる地方の生活環境の創生、東京一極集中のリスクに対応した人や企業の地方分散、付加価値創出型の新しい地方経済の創生、デジタル新技術の徹底活用で 5番が産官学勤労現の連携など国民的な機運の向上を求めていこう、こうした考え方で進めてまいります。それではですね、具体の施策についてでございます。こちらはですね、本日ちょっと細かい資料を持ってきましたので、ご関心のある方ぜひ後ほどホームページなど地方創生と打っていただきましたらですね、出てまいりますのでご覧いただければと思います。こちらが、交付金でございまして、国の支援の財政面支援の主軸の中身でございます。中身第2世代交付金という名前をつけておりますけれども、ちょっと前よりも、使い勝手をよくして使いやすくいろんな自治体の方、小さい、自治体の方でも使えるようにしていこうということで、今までですねタイプ別に種類を分けて要望しなければならなかったのですが、一本の申請で受け付けられるよというような形にしているということ、それからやりっぱなしを打破していこうということ、この右側のげんこつが打破しているというマークのようなんでございますけれども、PDCA サイクルをですねしっかりと回しながらやっていこうということで、今まで足りなかった部分をしっかりやっていこうということ、右側がですね自治体間格差の打破ということなんでございますけれども、地方創生これまで10年やっているところでありますが、全国1718団体のうちですね、10年間一度も活用されなかったというところが227団体、お金が余って困るよというところであれば別にそれで差し支えないわけなんでございますけれども、実際には小さい自治体さんがですね手が回らないわからないということでお使いになられてないところ結構あるということが改めて分かりましたので、そうした小規模な自治体に向けてですねしっかりと寄り添いながらできるようにということで、国がですね、しっかり伴走支援という形でですね、サポートしていこうという、そういったことを考えて制度を組み替えております。こちら概要になります。ぜひご関心のある方ご活用いただければ、ソフト事業も使えますし、地域の拠点事業ですね、そうですね、まちづくりの皆さんが集えるような小さいサロンみたいなものも可能でございます。あと合わせて大規模なですね工業誘致みたいなものについて付随するインフラ関係の整備事業なども一体として進めることができるようになってございます。そういうことでちょっと交付金の推移ということで一番右端今までよりも力を入れて予算を手当てしていきますという内容でございます。それからですね、ちょっと施策として次に参ります、企業版ふるさと納税という仕組みがございまして、こちら地方創生の文脈でさせていただいているものです。何かと申しますと、地方公共団体が行う地方創生へのその取り組み、これに対しまして企業から寄付をいただいた場合、法人関係税を税額控除していくといったスキームがございます。細かい話はですね申し上げませんけれども、寄付額の最大9割戻ってくる形となってございます。何かがかと言いますと、法民住民税、法人税、法人事業税という形で寄付になってございます。で、そうですね、どういうふうに活用していくのかといいますと、地方公共団体がですねこの地方版総合戦略と書いてございますけれども、地方創生に関する計画を作りまして、その中身に載った事業についてですね、企業から寄付をいただきましたら、それが企業版ふるさと納税に該当するということで、こうした9割の税額が返ってくるという返ってくるというのもあれですけれども、実質そのような形になっているということで、こちらがですね非常に
人気が高くなっておりまして、ちょっと先に行きますけれども、非常に伸びております。ぜひ地方創生にこういったスキームをですね、はい、企業の皆様ぜひこういったことにご活用いただければお互いウィンウィンの関係になれるのではないかなと思っております。さらにですね、お金だけじゃなくて人材派遣人手もサポートしますよっていうのもできるようになってございますので、こちらもですね、はい、同じく取り組みを進めていただくいいかなということでございます。実際にされているような事例ということですが、寄付実績ということで、1000万円ですね、青森県弘前市で遠農ボランティアツアーの実施ということで、関係人口の増加を目的とした取り組みでやっていただいているというものでございます。令和5年度に初めて実施しまして、定員300名のところですね、7割の方が青森県外から来ていただいて、それをきっかけにということでですね、関係人口ということで弘前市に宿泊される方が増えるなど、広がりがありましたというような事例でございます。もう一つこちらはですね、非常に大きい事例でご存知の方多いんじゃないかと思います。北海道大樹町の事例でロケット発射場の整備、こちらにですね寄付実績ということで、こちら27億でございますね、28億でございますね、ほぼ、通算でございますけれどもの寄付がなされたものです。ロケット発射場や滑走路を備えた宇宙港北海道スペースポートの整備に、使われているということでございまして、寄付を実際にこうしたものを整備されているほかですね、つながりを持った80近い企業とサポーターとして組織をしてプロジェクトの進捗を報告会をなされるなどですね、継続的なお付き合いのきっかけになっておられるということ、またですね、こうした宇宙関連産業ということでございますので、若者がですね大樹町内に就職移住ということで人口減に歯止めがかかっているという実際的な効果も非常に大きいと伺っておるところでございます。それから企業版ふるさと納税活用されて、こちらも非常に有名な事例でございます。ご存知の方多いかと思います。ですね、徳島県神山町ですね、神山丸ごと高等専門学校でございますが、こちらがこの企業版ふるさと納税を使われてですね、実現されているということでございまして、もともとですねこの中山間地域の過疎の町でいらっしゃったわけなんですけれども、サテライトオフィスの進出で、地方創生の聖地と呼ばれているんだそうでございます。そこでですね初めてサテライトオフィスを設置された企業さんの方からですねプロジェクトを立ち上げられまして、そして構成の設立につながったと伺っておりまして、この1期生授業料が無償化までですね実現されたということ、これは素晴らしいなと思うことと、学校設立でですね学生さんが多数こちらにお住まいになられているというようなことでございまして、非常に大きな成果が上げておられますし、教育内容も非常にユニークであると伺っておるところでございます。ご紹介させていただきます。でまた話題を変えてまいりますけれども、移住の支援策なども実はやっております。私どもが直接の個人の方にっていうことのものっていうのはほとんどないんですけれども、これ実際のところですね、東京23区内に在住または通勤の方がですね地方に移住して起業される場合、就業される場合などに移住支援金ということで最大100万円まで出るというようなこういった制度もございまして、ぜひご活用いただければなと思っております。それからですね、今回地方創生 2.0 今走り出しているようなところでございますが、この4月から先んじて我々まず関与に始めようということでございますが、各府省庁の本省職員東京霞が関におります国の役人でございますが、職務経験を生かしてですね中小規
規模の自治体とオンラインなども活用しながら副業的にですね地域の課題を解決するの役回りを担おうということでございます。各省からのですね公募で手を挙げた、職員がですね大体3名で1チームを編成しまして、まずは1年間ということで任期なんでございますけれども、ご希望のある自治体に派遣をしておるところでございます。私どもはバックオフィスということで広報から支援をしてまいります。はい、こうしたところでですねいろんな町なども中心でございますけれども、ちょっと災害があったところなど大船渡市さんとかですね輪島市さん珠洲市さんなどもそうなんでございますけれども、あたりも中心にご希望あったところに、派遣を開始したところでございまして、ぜひお地元で遭遇された時にはですね温かい声もかけてやっていただければと思いますし、共にしっかりと下激励していただければと思っております。ここら辺で施策の紹介大々終わりましてですね、もうあとあまり時間が多いわけではございませんが、これまでの先行事例ということで少し面白いものをいくつか持ってまいりました。皆様のご参考にしていただければと思います。宮城県の七ヶ宿町、移住支援ということで小さいこちらも町でいらっしゃるわけなんですけれども取り組み非常に成功されておられるところでございますので紹介させていただいております。移住定住支援センターの七ヶ宿の暮らし研究所というのを核としてですねイベントなどを行いながらやっておられて毎年50人程度も相談者が来られているということ、それに合わせてですねこちらの真ん中あたりご覧いただければと思いますが、まちづくり株式会社がですね小さい拠点を作られて、町を活性化させているということ、キャンプ場などもあるようでございます。それと合わせて子育て応援支援金をセットされておられまして、あと学校給食の無料化医療費の助成などをされておられまして、そして子育て世代を対象とした支援住宅などの建設も進められて、非常に移住者数が伸びている、右側ちっちゃいグラフでも見えないかなと思います。赤いのが I ターンですね。ご縁がないのにこの地方に来られたということ、下の青が U ターンでもともと行って一度都会に出てまた戻って来られたということなんですが、非常に田舎の小さい町でいらっしゃいますけれども、40人前後ずつ毎年ですね移住をされておられる方が出ているという、大成功というふうな形で町の方がお考えでいらっしゃるというような事例でございます。それから岩手県の紫波町ですね、こちらも有名な施設でよくご存知の方もいらっしゃるかと思います。オガールという施設をですね、作られまして、芝の中央駅前にですねこの町の庁舎と図書館、それと食事どころやマルシェ、保育園、クリニック、薬局、コンビニ、宿泊施設、体育館まで、集積している小さいそんな大きくないんですけれども、でもだんだん増えてきて立派だとすごく立派でございますけれども、そしてそこにたくさん実際に人がですね集っておられるというのが一番素晴らしいところだと思いますが、まちづくりの分野では非常に有名な事例でございます。交流人口というか、非常に集客が多くてですねにぎわっていると申し上げましたが、交流人口100万人以上記録しておられましてですね、ございます。あとAI 活用でもフルデマンド型で乗り合いバスも進めておられるということで、なるほどなるほどということで、地域の足も整備しつつにぎわう場所も作るという形でですね、非常にトップランナーとして進んでおられるところでございます。そしてこれ笠間市さんですね。こちらはですね茨城県笠間市です。動く市役所と移動販売車ということで、町のところに市役所ですねがバンに乗って窓口手続きができるようなものをやってこられるということで、合わせてですね、集会所も一緒にやってきてこられるというようなことで、ちょっと集いの場でもありなかなか不便なところにお住まいの皆様ともが利便性を高めるというような取り組みを進めておられます。
最近はですね銀行の車もですね一緒に回っておられるということでちょっとこの時にまとめていろんなことができるという形で取り組まれている利便性向上と地域コミュニティの場作りということで非常に素晴らしい取り組みだと思います。それからですね長野県の伊那市、デジタル技術を活用した買い物移動医療困難者への支援となっておりますが、何かと申しますとですねドローンで配送していこう、それからタクシーですね、買い物支援サービスとオンデマンドの乗り合いタクシー、それからオンライン診療者ですね、モバイルクリニックとお名前つけておられますけれども、こうしたことでですねデジタルを活用しながらですね伊那市ご存知の通り伊那谷と呼ばれていて非常に渓谷が深いエリアでございまして、非常に交通がなかなか難しいところ、そこに小さい集落が散在しているといった都市でございますけれども、そうしたところでのサービスという形でちょっと思い切った手法でできる、それもですねテレビのリモコンでいけるということですね。テレビのリモコンでご高齢者の方もですねピピッとケーブルテレビでですね注文できちゃうよっていうところがポイントだというふうに伊那市の方おっしゃっておられましたが、非常に先駆的な取り組みでいらっしゃるかと思います。こちら最後になりますけれども、こちら奈良市の月ヶ瀬地区です。合併で奈良市に入られたところですね。関西でお近くですのでご存知の方も多いかと思います。こちらもですねお互いマーケットということなんですが、何やっておられるかというとネットで頼むんですけれどもネットで市街地のスーパーに頼んでそれを運んできてもらうんですが、郵便局の郵便の配達する車、必ず定期便で郵便でございますので必ず毎日配送されるわけですが、空いてる時もかなりあるというような時にですね、そこに載せるという形でやっていくということで、郵便は必ずやらねばならないという事業となってございますので、そうしたところの部分とうまく乗り合わせてですね進めておられるという、これも非常に素晴らしい取り組みではないかなと思っております。毎日3往復ということでございますので、そうしたことを機会を利用して使っていただいているような事例でございます。このようなですね取り組みをですね普遍化していくということが私どもにとってこの地方創生 2.0 の大きなテーマとして進めていきたいという事柄でございます。私の方からはですね以上のような形で本日は地方創生 2.0 の軌道につきまして今の動きをご説明をさせていただきました。ご清聴ありがとうございました。はい、どうも皆様ご清聴ありがとうございました。今基調講演の方あったわけですけれども、現状ですねざっくりので分かっていただけたかなというふうに思います。また少しでもですねこうした中で、今の話の中でもございましたけれども、皆様と一緒になってですね、地方創生取り組んでいきたいと思いますので、皆様もまた少しでもですね気づきを得られたら幸いかと思います。本日はどうもありがとうございました。